我が家で飼育している樹上性のアリたちのコロニーです。土中ではなく枯れ枝や立ち木の樹皮下などに暮らす彼らの飼育には木製の飼育巣が欠かせません。大変ありがたいことに我が家には頂き物の素晴らしい木製巣がいくつもあり、樹上性のアリたちの飼育はこれらの木製巣に助けられてきましたが、飼育する樹上種の数が増え、また飼育コロニーが快調に成長していくにつれてこんな課題に直面するようになりました。増設用や初期コロニー用の木製巣を自作するフォーマットが定まっていない、デザインの完成された頂き物の木製巣と同じものを増設用に自作することは困難ですし、新たに飼育する初期コロニーや小型の樹上種用にコンパクトで扱いやすいフォーマットも用意したい。こんな発想から今回は新たにアイデアを凝らした木製巣を作ってみました。飼育巣の作り方やこの飼育巣で実現したいことのコンセプトなど、どうぞごゆっくりお楽しみください。それではまず木製巣を使用する際に感じていた悩みを挙げてみたいと思います。一つ目に、適切な工具を持っていないと製作自体が困難。自宅でも比較的簡単に加工できる石膏巣とは違い、木製巣を作るには適切な工具が必要となります。特に大型な木製巣であれば、木材を自在に加工できる工具や機械がなければ製作自体が困難と言えます。2つ目に、飼育コロニーの規模に合わせてサイズを調整することが困難。美しくデザインされた木製巣には大型のものが多く、新女王や初期コロニー、中規模コロニーへと段階的に飼育巣のサイズを上げていくのには製作の困難さも手伝い、なかなか思うように調整できない場合が多いのではないでしょうか。3つ目に、引っ越しや増設の作業が大掛かりになる。1つ目、2つ目のポイントのために引っ越しや増設の作業の一つ一つに手間がかかり、大掛かりになってしまうのも悩みの一つと言えるでしょう。次に、新しい木製巣で実現したいことを挙げてみましょう。大きなテーマとしては、これまでの悩みを解決しつつ、自然環境下の樹上種の生活を再現できるような木製巣にしたいということです。具体的には、新女王や初期コロニーの段階から継続して使っていける木製巣にしたい。これはコロニーの初期段階から飼育巣のサイズを調整できるようなデザインを考えたいと思っています。そしてもう一つは、サテライトコロニーを作る様子を観察できる木製巣にしたい。自然下で枯れ枝などに巣を作る樹上種の特徴は、一つのコロニーが空間的に隔離された別の枯れ枝などにまたがり巣を展開するサテライトコロニーを形成するという点です。ごく限られた飼育セット内ではありますが、このサテライトコロニーを形成する様子を観察できるような木製巣を作りたいと思っています。それでは早速、新しい木製巣の製作に取り掛かっていきましょう。まずは主な材料から。飼育巣の外枠となる蓋付きのクリアボックス。キャンドゥで購入した商品で、サイズは縦 97mm、横 68mm、高さ 71mm。木製の素部屋となる山桜の角材。縦 50mm、横 30mm、高さ 20mm。そしてネオジウム磁石。小型でも非常に強力な磁力を持った磁石です。まずは土台作りから。クリアボックスの床面に水飲み場用の容器を貼り付けたら、そのまま床面に石膏を敷きます。これはアリたちの足場となるほか、余分な水分や排泄物などを吸収する役割も担います。石膏が敷けたらレイアウトとして小石を巻きます。これで土台は完成です。簡単ですね。次に
山桜の角材に素部屋を掘り込んでいきます。掘り込みは家庭でも使えるハンドドリルを中心に使用し、細部の調整は彫刻刀などを用いて行いました。できました。素部屋が3部屋とそれを結ぶ通路、巣外への出入り口が掘り込んであります。また2箇所に開いた丸い穴はネオジウム磁石をはめ込むための穴となります。ネオジウム磁石をはめ込んでみました。磁石は接着剤も使ってしっかりと固定してあります。先ほど作ったケースの土台と木製の素部屋を組み合わせていきます。今回のコンセプトでは、土台のケースの側面に床面とは接しないような配置で木製の素部屋を貼り付けたいと思っています。貼り付けにはもう一組のネオジウム磁石を使います。木製の素部屋には2つのネオジウム磁石が取り付けてありますので、ケース側面の外側からもう一組のネオジウム磁石を近づけることで、素部屋は壁面に貼り付くような形になります。壁面の両サイドから磁石で挟み込んでいるような感じですね。ネオジウム磁石の磁力は強力ですが、接着しているわけではないので、このように動かすことも可能です。アリが入居した後でも巣のレイアウトを変えたり、汚れた壁面から巣をずらしたりすることも可能ですね。巣を動かすことができて、なおかつ磁石での挟み込みは強力。工夫次第でいろいろな使い方ができる木製の飼育レイアウトができました。それではここからは新しい木製巣を使用したアリ観察をいくつかのパターンに分けて見ていきましょう。こちらは新女王用のセットです。コンパクトな設計とするため、アクリルケースではなくアクリルプレートで組み立てました。ワーカーが誕生してコロニー化したら、木製の素部屋パーツごとスライドさせてアクリルボックスなどに移動させたいと考えています。入居しているのは美しい飴色終わりの新女王です。次は新女王から初期コロニー用のセット。今回制作の様子をお届けしたのもこのセットです。ケース内に木製の素部屋パーツが1つ取り付けてあり、初期コロニー程度のコロニーまでを想定しています。毛深ツヤオオアリと筑紫トゲアリでこのタイプのセットを使用しています。そして中規模以上のコロニー用のセット。ケース内には木製の素部屋パーツが3つ取り付けてあります。小さなパーツを複数取り付けるスタイルにすることで、コロニーの規模に合わせて素部屋の数を調整でき、またレイアウトも自由に変えることができます。入居しているのは腹部の横縞模様が美しい草終わりのコロニーです。草終わりたちは主に2つの素部屋パーツに分かれて営巣し始めました。それぞれはごく近い距離ではありますが、素部屋の使い方などを見るとサテライトコロニーの成り立ちの片鱗を見せてくれているのかもしれませんね。
かがだったでしょうか。今回新しく製作した木製巣は、小さな木製スベアパーツを複数組み合わせて使えるようにした木製巣。製作にはハンドドリルと彫刻刀のみを使いました。組み合わせるパーツの数を調整することで、コロニーの規模に合わせたサイズの飼育セットにすることができますし、増設の際にはパーツを足すことで簡単に対応ができます。また、ネオジウム磁石でスベアを壁面に貼り付けるスタイルにしたことで、レイアウトの変更やパーツの追加、取り外しが自由にできるようになりました。あくまで雰囲気ではありますが、自然下で見られるような宙に浮いた枯れ枝に営巣する様子や、サテライトコロニーを形成する様子などの再現もしやすくなりました。今後のコロニーの成長や飼育する種に合わせての使い分けなど、引き続き楽しんでいきたいと思っています。今回は以上で終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。